予告でスクラルの腕伸びてたのってそういうこと？というと？スーパースクラル作る実験らしきものがあってそのデータを見てたらグルートとかの遺伝子情報があった。グルート、フロスト、ビースト、カル、オブシディアン、エクストリミス。メンツを考えるとエクストリミスよく選ばれたな。能力はすごいっちゃすごいけど。エクストリミスってアイアンマン3のスタークに放置されて、ぶち切れてた人の能力だっけ？さっさと新しい星探してそこに住み着けばよかったのに、サノスが一人で農園やってたところとか絶対適合できるだろ。サノスの上はサノスの私誘惑生だったかもしれないし。タノスと喧嘩別れして後悔とかヒューリー以外と子供みたいなとこあるのね。最初ヒューリーもさっさと星探せよって思ったけど、タノスも大量に連れてきすぎなら。グルートの遺伝子とかよくゲットできたなと思ったが、あいつ割と声だとかその辺に落としてたりしてそうだしな。エンドゲームだかインフィニティウォーで地球で戦ってたよなグルート。いくらでも遺伝子ゲットできそうだわ。拷問してたおばさんはバル？バルバツ、そうにゃ。スクラル人パワーは地球人以上だけど耐久力は地球人並みよね。キルちゃん死亡確定か。辛い。暗転開けたらスクラル顔になってるのを信じてたんだが。ナオローディはこの時期アーマーウォーズしてる。時期かぶってんの？前に出た情報だと大体同時期って言われてた気がする。ただ公開遅れとかでずらされるかもしれないけど。これ内藤領失格して最後ボスになって終わるんだろうな。あんな超人やギガンが暴れ回ってる国の大統領とか体持たないだろ。しかも他の国のトップはスクラルとか。オーケー、話はわかった。ハリソン・フォードがやる人がレッドハルクになるんだっけ？でもハリソン・フォードだと年齢的にできるのか？やってもシークレットウォーズまでだろうし、そこまで出番多いキャラでもないし、ズボンは破れてるんだよな。マジか。とりあえず30日の演技で見納めにしてからレッドハルク楽しみにしとくわ。キューリーどうやって戦うんだろ。タロスとも喧嘩別れしてブラザーにも協力してもらえない。今じゃ血の気の多い老人だぞ。アベンジャーズ呼べよって思ったけどコピーされて利用されるだけだよな。スクラルと結婚してるのか奥さんにスクラルが化けてるのか。タロスは生き残れるのだろうか。ヒューリー、タロス、ローリー、3人ともなんか色々お辛い。グラビクだっけ敵のリーダー。最初微妙だって思ったけど良い俳優連れてきたな。本当に何もないところから敵に立ち向かうんだなヒューリー。嫁さんがいたみたいだが。伸びろ、グルート、冷やせ、フロスト、ビースト、燃えろ、エクストリミス、壊せ、カル、オブシディアン。カルオブシディアンってあれか、サノス四天王の一人か、左。モンザポータル利用して腕ちぎっていたからな。グラビクのアクションかなり良かったね。マリア、傷のままにヒューリーぶん殴られてるかと思ってたけど意外と冷静だった。そりゃ仕事柄いつ死ぬかわからない仕事だし覚悟はしてただろうしな。マリア・ヒルがガチ死亡は辛すぎる。街灯とかで汁出てこないのかな。マリアの死亡の流れ、ちょっとだけファーストアベンジャーの博士に似てる。ああ、フロストビーストってそうにで地球に迷い込んだままだったあいつか。タロス、実は地球に100万人来てました。それを黙ってるタロスくんはさ、フロム、ホームで大事になってたのに移民バレたくないからヒューリーには黙ってました。バルタン星人かよ。未だにアベンジャーズでイケイケしてた頃の思い出を引きずってるおじいちゃんつらい。ガイアラママのこともあってちゃんとタロスの味方してくれてるみたいで安心した。ヒューリーとタロスが秘密だらけ。見てきたけど誰がスクラルなのか、もうわかんねえ。ブラザーと呼んでたローリーもスクラルかもしれん。スクラルのままでも厄介なのにスーパーになったらどう対処するんだろう。他の MCU 映画やドラマみたいなノリだとマリア実は生存展開ありそうだけどこのドラマはそうならなくてよかった。安直に生きてましたとかはなえるからな。まだわからんがな。今作スパイ要素強めやし生きてても別に安直とは思わんがな。どうかな。遺体は偽装でガイアが実はヒルと裏出て組んでましたみたいな展開あるかもよ。まあヒューリーの言ってたようにヒーローに化けて破壊工作するのが一番きつかな。最終話のエンドクレジットシーンでマリア、ヒルが目覚めるところが挿入されたりして。そんで、あなたも魔法の国に行ったんですね。とか言ってコールソンが出てきて終わり。とか。超人ハイブリッド作ってアベンジャーズ対策か。それでもキャプマとかには勝てる気しないな。キャロルとワンダの熱すぎる双璧。ワンダは死んだんじゃ、いや、本当に死んだのか？エクストリミスは結成をトニーが制作してたし倒すってだけならエクストリミスの能力暴走させて爆散させればいい。かなり重いテーマになってきたな。描写もなかなかハードだしパニッシャーとかもやるならこれ以上に生産にやってほしいぜ。ソーニャの指切断や拷問描写が OK なら、期待できそう。指取れるのはセーフだったから首飛ぶまで行かなきゃセーフやろ。ネトフリ版は表記出るまでやってるんだぞ。本当にシークレットインベージョン進んでておいおいってなった。
シールドが実はヒドラでした波にあかんというかガバガバで大丈夫かこの地球。おい衰えたヒューリーおじいちゃん見てて辛いものがあるけど大楽天期待しとるで。シールドのふりしたヒドラのふりしたスクラルってこれもうわかんねえなマジで指パッチンで消えてたからといえ、大量にスクラル入れすぎやろタロス。ダークワールドのジャブ落ちをまさかこんな形で回収してくるとは予想できなんだ。ガイアが電話してる相手がまだ不明だし、他にも繋がってる人がいそうなんよ。そもそもこのヒューリーが実はスクラル人で、本物まだ宇宙でしたっていうどんでん返しとかな。グラビクが他の生物の DNA を組み込んでスーパースクラルになるということかな。デイジーが出るならその辺に関係してくるのかな。さらっと流してるけど各国や NATO のトップ全員スクラル人です。は状況まずすぎるでしょローディの尋問にも参加してただろうし。マジであれどうやって収集つけるんだろうな。お偉いさんのふりしてるってことはマジで本人消されてるだろうし。グルートで大体の意味は理解したけど、キャラ多すぎて全然名前どころか画像見ても思い出せないのが増えてきたな。ローディ、トニーが死んでも相変わらず胃が痛い？出世はしたが、気苦労は増えてそう。胃袋スポットになってそう。100万のスクラルが実は地球上にいましたという事実を黙っていたのはさすがにまずい。ほんとこれ、しかも制御しきれてなくて過激しそうなスクラルはもう人間社会の奥深くまで入り込んでるとかもう侵略終わってるも同然や。そういえばヒューリーの負の部分すら受け入れてくれた人たちはもういないね。スクラルとここまで親密ならスーパースクラルとのガチバトルはやらないで和解に持っていくのかな。ヒドラの乗っ取りに比べるとちょっと通展開すぎるな。ラストのヒューリークマがスクラルなのを認識してるのであればヒューリー派スクラルマがいそうね。逆にスクラルなの知らないで突出してるとしたらもうやばすぎるのだが。まだまだヒューリー追い詰めイベント多そうだから奥さんのふりしたスクラルって知って完全にやけになってしまいそうで不安だ。電車降りたタロスが爆速で連絡して他スクラルにしばらく様子見てもらってるだけとかであってほしい。電車でのタロスとのやりとりを見てるとこっちが心配になる精神状態よ。どっちだろうね。まだわかんないから普通にホラーな終わりだったな。というか、ニックも本物か怪しくなってきた。ここまでヒューリー追い詰められてなすすべもない展開だと、最後の最後に実は全部ヒューリーの手のひらの上でした展開はありそう。そうあってくれたらいいけどそれならそれでじゃあ今までの何だったんってなってしまう。その後バテてたような。地球に到着した当初のヒューリーは足を引きずって老いを感じさせる描写が多かったけど、今回の話だとローディのボディーガードの腕をひねったりラストの描写を見るにどこかでスクラル人と入れ替わっているのかもしれないな。ローガはしてるけどだからってなめんじゃねえって意味かもしれない。ヒューリーもキスしてた相手もどっちもスクラルって可能性があるのがこのドラマのエグいところだな。ローディや大統領含めてほぼ全員偽物ってオチすらあり得る。ラタンダの国際支援センターを傭兵雇って襲撃するようなフランスが、アメリカを取りただす資格はあるんですかね。裏でアメリカと組んでただろうけど、あの世界ではフランスの評価下がってそう。約束守らなかったヒューリーに非がありそうだと思ったけど、97年と今じゃ状況が違いすぎるしな。あの頃と比べて超人は増えたし、それに比例して世界の脅威も増えた。その対応に追われてそれどころじゃなかったろうしな。タロスも勝手に100万人連れてくるのはヤバすぎるし、そういう日がある感じになってきたな。タロスもタロスでニック消えた時心底焦っただろうな。当時はまさか消えた人が復活するとは思わなかっただろうし、人類の人口が半分になってるから100万人。当時はスクラルも半分くらい増えても、って思ってそう。そのまま放置するわけにもいかんかっただろうし、タロスも複雑な立場だな。同じ時期にニューアスガルド建国されてるしちょっとくらいええか。そりゃうかつに他のヒーロー予言はって感じが良いね。俺だけかもしれないが、竹中直人、ヒューリーのセリフが聞き取りにくくて頭に入らない。手塚さんに戻すのかなと思ってたんだけどね。竹中直人の続投は嬉しかった。その後で、こんなもごもごした感じだったっけと思ったけど、MCU にはファンタスティック4いないからか、グルートは伸びる手、エクストリミスは燃える体、サノス部下は強靭な体、フロストは体でも消えるのかな。冒頭の列車内でのヒューリー自然な会話からタロスに真実を話させるのを置いてなお話術は衰えてないって感じで好き。まああんなゲームにタロスが乗ってこなきゃ意味ないんだけど。列車降りるシーンで、何らかの擬態装置使ってタロスと入れ替わってる気がするんだよな。何度も俺はニック、ヒューリーだって強調してるのがわざとらしいというか。グルートとエクストリミスはわかるけど他のやつってどこから出てきたん？今回のニックと原作のスタークが調子悪くてスクラルの対応に遅れる部分が似てるし、スタークと親密な仲になったジェシカ、というが黒幕だった展開からするとやはりあの奥さんも何かありそう。
地球に来て5年弱で国作って観光業で成功して暮らしてるアスガルド民がたくましすぎるんだよな。そこアスガルド民以外の種族や地球人も住んでるらしいからな。フロストビーストだけどこで出てきたかわからなかった。そうダークワールドのやつかと。オスクレで地球に来ちゃってた。ギャグシーンかと思ったがここで拾われるとは。俺はアイスジャイアントロキの種族と勘違いしてた。言われてから、そう1作目2作目を見直したらいましたな。まさか、こんな小ネタを拾うとは。過去作といえばインクレディブル・ハルクの伏線リーダーもキャプテンアメリカ読んで拾う模様なので気になる。言われてみると自己暗示みたいですな。ラストでヒューリーの奥さんがスクラルなのも、実は今見えてるヒューリーもスクラルで列車でタロスと役割を入れ替え、あるいは元に戻しましたマトなのもあり得るのか。誰を信じるかっていうキャッチコピーがメタ的にも効いてきて面白くなってきた。キャプテンアメリカ4ではロス将軍が大統領になったり、ティアマットの体から未知の物質が採取されたりと火種が増えていくで不穏。逆に何が事実かわからんシリーズで死んだと断言するのは少々では。シリーズが進むにつれて見どころが多くなっていくそうダークワールドさん。そんな逆転、遺伝子いじくって解決してるんじゃねえの？研究ってそういうのもやってんじゃね？ヒューリーに妻がいるのはウィンターソルジャーで語られてたが、まさか本当だったとは思わなかった。おいおい雑魚キャラじゃん。5年の間にニューアスガルドに協力頼んで地球人に存在と能力を公表した上で、行政を目指して復興協力とかしてればスクラル人も地球人もお互いにもっと受け入れられただろうにな。クラーとグラビクってことで良いんだろうか？グラビク含めて何人がスーパースクラルになるのかわからんがぶっちゃけグラビク単体だとしても今見えてる戦力じゃどうにもならなそうな気がするわ。ガイアなり人なりがスーパースクラルになって味方になるのかモニカ、ランボーあたりがサプライズ登場するのかそれとも最後までまともには戦わず絡めてだけで解決するんかな？グラビクにうまくいってると思わせて警戒を緩めるための策ってことになるでしょ。まさに今回グラビクは、まだ戦えるのか期待してたけどほとんど霞んでた。って感じでヒューリーの評価下げてたし、ヒューリーの手のひらの上展開でも別にそこまでの話の流れが無駄になることはない。スクラル評議会のメンバーがイギリス首相、NATO 事務総長、司会者といろんな方面に影響を持つ面々でびっくり。仲良し珍道中ドラマ最新話まで見たんだけど、もう解散してる。そんな空気じゃないのは一話でわかっただろ。ミズ・マーベルの予告でさっぱりしたヒューリー出てるからこれのヒューリーはスクラルなんじゃないかと思ってしまうだとしたら最低だから多分この作品のラストで気合い入れ直すんだろうけど、ヒルもヒューリーもどうせスクラルでしょくらいの感覚で見るドラマ。スクラルは死ぬと元の姿に戻るのでヒルさんはご本人です。実は生きてましたオチにかけてるとかならわかるけど、割といろんな作品で何やってんだヒューリー、されてるな。タロスも悪いんだけどふるさと探しを餌にスパイやらせんのは組織立ち上げのためとはいえあれだなヒューリー。スクラルの対象は人間から地球乗っ取ってもサノスみたいの来るときどうすんの？そこでこのスーパースクラル製造機、アベンジャーズ以上の戦力でイチコロさ。ヒューリーはなんで姿隠したんだっけ？サノスみたいな異星人に対抗するための武装衛星建設等に携わってた庭の会話見た感じアメリカがこっそり独自で作ってる。バカンスしてるようで休む暇なく呼び出しされて地球を降りるのにも大統領の許可必要なのクソ職場だね。今作ってヒューリーとタロスがそれぞれ原因として描かれてるし二人とも解決できるといいね。指罰金で戻ってきた難民の問題あるしな。アメリカ政府はこの爆破テロ支援の流れからサンダーボルトを結成させちゃうのか？逆にスクラルの偽物であってほしいくらい今のヒューリー見てられない。そうは言うけどもう70半ばだからヨボヨボイボレなのは仕方ないんだ。コールの息子、早く来てくれ。100万人移住がパッチンの後ならまあ少しは理解できる人類ごっそり減ってるわけだし。サノスなんとかしてもまだまだ問題だらけで大変だねこの世界。むしろサノスがかき乱したせいで治安が一気に悪化したというか、